あまりにもエッチッチ。異世界レッドの6話は肌色の面積保有率がすごいことになってましたね。戦いが一段落して、イドラの内面と目的を掘り下げる回でしたから、レッドとそういう場面になるのは必然なのでしょうか。でも今回はいつもと違う方向で骨太な回だったと思っていて、イドラとシャウハ、テルティナとアニダリエルといった政治思想で対立する2者という構図が印象的に描かれていたと思う。例えばイドラとシャウハの魔導の解放か規制かという対立はかなり具体的に描き込まれていて、イドラとイドラの父が目指した魔導の解放路線は下々の民にまでその恩恵を行き渡らせたいとする理想はあるけど、その結果粗悪品が出回り事故が多発し犯罪へ容易に使用されてしまうというデメリットがあると言及された。対するシャウハの規制路線は貴族による独占という見方はされるものの資格を与えられた魔導士に扱いが限定されるため、無秩序に魔道具が拡散するのを避けるメリットもある。現実の政治においても規制か解放かという議論は往々にして行われていますね。その悩ましさに対してレッドのバランス感覚がうまく描かれていたと思う。シャウ派の管理するという施策に一定の理解を示しつつも、それでもイドラの理想を応援したいからシャウ派と協調路線を探ってみろとアドバイスをする。和歌の一つ覚えで絆と言っているわけじゃなくて、現実を見据えた上で人と人をつなぐ絆の尊さを実践しようとしている芯の入った人物だなと改めて感心した。それを言葉で説明しようとして一時的にイドラに誤解されてしまうアクシデントも発生しましたが、それだけレッドの存在にイドラが依存していたという表れだと思うし、言葉というのは案外不便だけど、でもそれで諦めたら最終的には力で分からせるっていうことになりかねないから、だから言葉によるコミュニケーションを諦めてはいけない。レッドはそういうことが分かってるキャラじゃないかなと勝手に思ってる。そしてもう一つの対立、魔力の種をめぐるテルティナとアニダリエルの駆け引き。種の即刻破棄を主張するテルティナでしたが、魔力の種の軍事転用を企むダリエルに肯定が押されて接収案という形に落ち着きましたね。テルティナには不本意な結果だけど、魔力の種制御の研究をシャウ派に始めさせたダリエルが一枚上手だった。テルティナにしても魔力の種回収の旅を認めてもらったという収穫はあるからか、いたずらにことを荒立てず、とりあえず皇帝の決定に従った感じだね。イドラとシャウ派は歩み寄り、テルティナとダリエルは政治的妥協。こんな感じで違いを感じたね。そんなこんなで今回は戦隊ネタが少なかったんだけど、それでもやはり回想シーンで差し込まれていた。つながらんという怪人が出てきたが、担当する声優さんが恐竜ブルーの人だった。恐竜ジャーネタが多いですね。恐竜ブルーの人は声優さんとしても活躍してるからというのもあるだろうけど、小ネタでも手を抜かないなぁとちょっと嬉しくなりました。今回は以上です。皆さんの感想やご意見をコメント欄に投稿してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の異世界レッド感想でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。